おい、何寝てんだよ。ふざけんじゃねえよ。俺の飯はどうした？そうやって家事をサボってんなら離婚するぞ。お前も罰2になんてなりたくないだろ。だったらちゃんと家事をしろ。このボケが。夫はそうやって私を脅してきた。だが、いつまでも夫の言いなりになる私ではない。わかりました。私この家を出て行きます。私の名前はのぞみ、37歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して1年になる。私たちの出会いは仕事関係だった。彼は私が働く会社の取引先で働いていて、私たちは担当者同士だった。そして何度か仕事をして雑談やプライベートの話をするようになった頃、彼から食事に誘われた。いきなりの食事の誘いだったのに、来てくれてありがとうございます。それで、いきなりすぎるんですけど、実は僕のぞみさんのことが気になってるんです。それは本当にいきなりのことだった。私はただ食事のお誘いだと思っていたので、彼がそんな風に私のことに興味を持ってくれていたとは思わなかった。そしてそうやって気持ちをまっすぐにぶつけられると、私も気になってしまうものだ。それから私たちは定期的に食事に行くようになった。彼はメッセージも積極的に送ってくれて、そしてデートにも誘ってくれた。そうやって熱烈なアプローチをしてくる彼に、私は恋に落ちてしまった。そして付き合うことになった私たち。彼は話も面白いし、趣味嗜好も合うので一緒にいて楽しかった。それから順調に交際を続けていった私たち。付き合い始めてから1年ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。この先ものぞみとなら、絶対楽しい人生を送れると思うんだ。だから俺と結婚してください。彼はそうやって私に指輪を渡してくれた。私も彼となら、うまくやっていけそうな気がしていた。だから彼からのプロポーズを受けた。よろしくお願いします。ほんと？私もマサトとなら幸せな結婚生活を送れる気がする。これから2人で幸せな夫婦になろうね。ああ、そうだな。こうして結婚することになった私たち。私は彼のことを信用していた。私は実は結婚は初めてではない。以前結婚していた相手がいたのだが、相手の不倫で別れることになったのだ。だがマサトは、私がバツイチだということも理解した上で結婚をしたいと言ってくれた。だから私は彼のことをとても信頼しているのだ。そして彼と付き合ってみて誠実な人だと感じたので、結婚生活もうまくいくと思っていた。それから私たちはお互いの親に挨拶をしに行った。私がバツイチだということで、彼のご両親は難色を示すかと思ったが、意外にもあっさりと結婚を承諾してくれた。マサトにいい人が見つかって本当に良かったわ。これから息子のことをよろしくね。はい。幸せな夫婦になります。そう言ってもらえて安心だわ。義両親はとても優しくて寛大で、私の方が安心したくらいだ。そしてそれから両家の顔合わせも済ませ、私たちは結婚した。一度結婚式を私は挙げているので、今回は挙げないことになった。マサト自身もそこまで結婚式にはこだわりを持っていないようで、むしろ式を挙げない分、新婚旅行をパーッと贅沢にしようと言ってくれた。そのため新婚旅行では海外でかなりの高級ホテルに泊まり、とても幸せな時間を過ごした。一流のもてなしをされる経験は、一度体験した方がいいと思ったほどだ。それくらい何もかもが最高で幸せだった。そして帰国した私たちは一緒に暮らし始めた。新婚生活はとても楽しかった。夫はいつも優しくしてくれるし、毎日一緒にいられるだけで幸せだった。だがそんな幸せな新婚生活にも変化が訪れた。
まず結婚して1年が経ったつい最近、夫が会社をクビになってしまったのだ。リストラにあった。本当にひどい話だよ。会社経営がうまくいかないからって、大量解雇でなんで俺までクビにならないといけないんだよ。会社には抗議をしたの。当たり前だろ。でも、俺はいつでも再就職できるだろうからって。子供もいないし、奥さんも会社員なんだから生活は安定してるだろって。そんな、いくらなんでもひどすぎるわ。一応、会社都合だから失業手当は出るそうなのだが、それでもさすがに一方的すぎる。どうして夫がこんな目に遭わないといけないのだろうか。私は夫が働く会社はさすがにひどいと思った。でも解雇されてしまった以上、もうどうすることもできない。私は夫がかなり落ち込んでいるだろうと思ったので、慰めながらゆっくりと仕事を探すように話した。本当に迷惑をかけてごめんな。マサトが悪いわけじゃないんだから気にしないで。私が夫の分も一生懸命に働こう。それで夫の再就職が決まれば、また豊かな生活に戻れるだろう。そう思っていたのだが、夫がどれだけ頑張っても再就職はできなかった。必死になって就活をしているようなのだが、全然決まらないのだ。夫はものすごく焦っていた。なんでどこも俺を雇ってくれないんだ。俺は、大を出たエリートなんだぞ。夫は有名大学出身で、そのことを誇りに思っていた。就職した会社もそこそこ有名な中小企業だった。もう12年くらい働いているらしいし、それなりにキャリアも積んでいる。だから確かにどこかに採用されてもおかしくなかった。だが世の中は不景気だし、どこもかしこも採用には慎重になっているのかもしれない。しかし夫はかなり焦っていた。俺を採用しないなんて、どこも終わってんな。ふざけんなよ。人をバカにしやがって。夫はよくそうやって面接を受けた企業の愚痴を言っていた。これは悪い空気が流れているなと私は不安に思った。だから夫のことを励まそうとした。たまたま縁がなかっただけよ。マサトなら絶対にどこかに採用してもらえるよ。私は夫にそうやって前向きな言葉をかけたつもりだったのだが、夫は私にも当たるようになった。適当なことを言うんじゃねえよ。え？お前に俺の何がわかるんだよ。お前は専門卒じゃないか。ただただ仕事を辞めなかっただけで、お前はリストラにあったら俺より悲惨な状況になるだろうよ。そんな、夫の言葉は私を深く傷つけた。そんなことを言う人ではないと思っていたのに。ものすごくショックではあったが、きっと今は焦っているがゆえに、ひどい言葉を言ってしまったのだろうと思い直すことにした。まだ付き合っていた頃とか、新婚当初は夫は優しかった。きっと夫はものすごく不安なのだ。でも私が声をかけたことは、あまり良くなかったのだろう。それなら下手に励まそうとはせずに、様子を見守るのがいいのかもしれない。そう考えて、私は就活について特に触れないようにした。だが何ヶ月経っても夫の再就職は決まらなかった。そして夫はだんだんと私に対して苛立ちをぶつけるようになった。おい、飯は？ごめん、今帰ってきたばかりだからすぐ作るね。ふざけんなよ。こっちは腹が減ってんだ。出前にしろよ。そんな、もったいないよ。もったいないって何がだ？まさかお金がとか言うんじゃないだろうな。お前俺が就職できないことをバカにしてるだろ。バカになんてしてないよ。嘘つくな。だったらお金がもったいないだなんて言わないだろ。俺が今無職だってことをバカにしてるから、そういう発言が自然と出てくるんだろうが。私はただ自炊した方が安いと思って。俺は腹がペコペコなんだよ。今からもう出前を取るからな。
夫はそうやって出前を取り始めた。しかも電話をしたのはお寿司屋さんだった。そんな贅沢をするなんてどうかしてると思ったが、これ以上何か言うと夫はさらに面倒な感じで怒りそうだと思った。だから私は何も言わずに我慢をした。そうして届いたお寿司を食べたのだが、私はちっとも美味しいと感じなかった。それ以上に、夫の態度の変化にびっくりしてしまったからだ。私の思っている以上に、夫はかなり切羽詰まっている状況のようだ。私はどうしていいかわからず、ただただ黙っていることしかできなかった。せめて夫の仕事が決まってくれれば。そう願っていたのだが、夫の仕事は全然決まらなかった。だんだん夫の私に対する態度も見過ごせないほどひどくなっていった。お前って本当に地味な嫁だよな。もうちょっと女っ気を出せよ。ああ、どうしてこんなババアと結婚しちまったんだろうな。そんな、ひどすぎるわ。じゃあ、もっと綺麗になる努力をしろよな。夫はそんなことを言ってきた。だが、夫の仕事がなかなか決まらないから私は節約をしている。そういう時に真っ先に削るのは服や化粧品などだろう。必要最低限のもので、なおかつ安いものしか私は使わないようにしていた。だから高い化粧品などを使っている人に比べたら、そりゃ肌の状態は悪いだろうし、さらには夫に対してのストレスだって感じていたから、綺麗とは程遠い状態になってしまうのは仕方のないことだろう。私だってもっとおしゃれを楽しみたいし、いい化粧品などを使いたい。私が我慢をしているということを、夫は理解しているのだろうか。そうやってストレスのはけ口のように、私にぶつけてくることはやめてほしい。そんな風に悩んでいたとき、夫が働きに出ると言った。仕事決まったの？いや、バイトする。バイト？私は珍しいと思った。夫は正直言ってプライドが高い人だ。だから、おそらくは今までと同じくらいの給料で、正社員の仕事しか探していないと思っていた。なんだよ、不満か？嬉しいよ。でもどうして急に？私がそう聞くと、夫は不機嫌そうに理由を話した。今日街を歩いていたら、たまたま前の会社の同僚とばったり会ったんだよ。それで今、何の仕事をしてるんだって聞かれて正直に答えられなかった自分が悔しかったんだ。だからバイトでも何でもいいから働いて、それからステップアップしていこうと思ったんだよ。悪いか？全然悪くないよ。仕事を決めてくれてありがとう。すごく助かるわ。まあ家計が少しでも楽になるなら、バイトでもやりがいがあるな。夫が働くことになって私はものすごく安心した。それから夫は朝から夕方まで働くようになった。電話対応などを含めた事務系の仕事をしているそうなのだが、とりあえず手取りは14万ほどもらえるようだ。今日も疲れたよ。お疲れ様。ほんと常識が通用しないバカっているんだな。電話対応でひどいお客さんでもいたの？いやいや、まあそれもあるけど、一緒に働いてるやつだよ。低学歴で頭の悪いやつが多いっていうかさ。あれはずっと働くような場所じゃねえな。そうなんだ。私は夫がそうやって一緒に働いている人の悪口を言うのが気になった。だがまあ、さすがに大人だからうまくやっているだろうと信じることにした。ここで私が何か言って夫が仕事を辞めたりしたら困る。だから夫のことを否定せずに黙って愚痴を聞いていた。だがそんな中、私が夫に幻滅することが起きた。それはある日のこと、私はものすごく体調が悪かった。朝に熱を測ったら38度もあり、私は仕方なく会社を休んだ。その時、まず夫は私の体調を心配するのではなく、お昼の弁当ができていないことを責めてきた。
どうして弁当がないんだよ。ごめん。ちょっと具合が悪くて。は？言い訳してんじゃねえよ。俺が働き出したらすぐこれだもんな。俺に寄生しようとか考えんなよ。夫はそう言いながら、私に手のひらを向けてきた。昼飯代をよこせということなのだろう。私は薬を飲もうとしていた手を止めて、財布から1000円を取り出して夫に渡した。夫はそれをもらうと私を気遣うこともなく、そのまま仕事に行った。こうやって心も体も弱っている時に、きつく当たられると本当に参ってしまう。私は辛かったのでタクシーを使って病院に行った。そして点滴を打って薬ももらった。家に帰宅後、お昼を食べて薬を飲んですぐに布団に入った。3時間ほど眠っていたのだが、熱は下がらなかった。そのため私は夫に LINE を送って、晩ご飯は自分で用意するようにお願いをした。だが既読だけついて返事は返ってこなかった。私は返事くらいしてくれればいいのにと思ったが、とりあえず見てくれているので何か自分の分を買ってくるだろう。そう思いながら、私はまた眠りについた。すると気づいたら夕方になっていたようで、夫の怒声で私は起きることになる。おい、何寝てんだよ。ふざけんじゃねえよ。俺の飯はどうした？いきなり起こされて私はびっくりした。寝起きだし具合もまだ悪いので、私はうまく話せなかった。ちょっと大きな声を出さないで。具合が悪いんだから。うるせえ。そうやって家事をサボってんなら離婚するぞ。離婚ってあなた本気？俺はいつ別れたって構わないぞ。お前も罰になんてなりたくないだろ。だったらちゃんと家事をしろ。このボケが。夫はそうやって私を脅してきた。だが、いつまでも夫の言いなりになる私ではない。わかりました。私、この家を出て行きます。私は体調が悪かったが、貴重品と必要最低限の荷物を持って家を出た。夫は、もう戻ってくるなよ。と暴言を吐いていた。私はこんな男と結婚をして失敗したと後悔しながら、タクシーに乗り実家に帰った。両親は熱がある状態で私が家を訪ねてきたことを驚き、そして夫に対して憤怒していた。のぞみ、そんな男とは別れた方がいい。最初の離婚だってお前は一切悪くないんだ。今回もそうだ。仕事だってしっかりしているし、誰もお前を責める者もバカにする者もいない。バカにする奴がいたら、父さんが懲らしめてやる。ありがとう。体調不良と夫の関係で、心身ともにズタズタになっていた私に、父の言葉はものすごく救いになった。それから熱が下がってから私は義両親と夫を呼び、離婚について話をすることに。夫はまさか、義両親までいるとは思っていなかったようで驚いていた。なんで母さんたちが？離婚の話をするんだから呼んだ方がいいでしょ。マサト、あんた何やってるのよ。仕事をクビになったことも知らなかったし、あなたがのぞみさんにひどい態度をとっているのも知らなかったわ。何か誤解があるよ。確かに俺はリストラにあったけど、今は働いてるし、それにのぞみにひどい態度なんて。嘘をつくのはやめなさい。のぞみさんが残していた日記や、録音した音声を全部確認させてもらったわ。そう。私は夫からの暴言などをすべて録音していたのだ。また日記をつけて記録を残していた。そして夫が来る前に義両親を呼んで、それをすべて確認してもらっていたのだ。自分の息子がこんなひどいことを言って、傷つけていたなんて恥ずかしいわ。動かぬ証拠があることで、夫は何も言い返せずにいた。そして義両親に怒られながら離婚届にサインをして、私との離婚が決まった。
また私は今までの夫のモラハラと取れる暴言によって精神的苦痛を味わったとして、夫に慰謝料を請求した。夫は、そんなの支払えない。と怒っていたが、義両親にまた説教されて支払うことに同意した。現在、夫は実家に戻り義両親に慰謝料を肩代わりしてもらい、義両親にバイト代から借金を返すような形で支払っているようだ。一方、私も実家に戻り、現在は収入の半分以上を貯金するようにしている。しばらくは恋愛はいいので、両親と旅行に行ったり美味しいものを食べに行ったりしながら、貯金も増やして老後などに備えていこうと思う。そしていつか、しっかりと自立した人と恋愛をできたらいいなと思っている。年金暮らしババアは冠婚葬祭以外は関わるんじゃねえよ。俺たちは絶対にあんたの世話はしないからな。長男夫婦は私に対してそう宣言した。そっちがその気ならば仕方ない。じゃあ、絶縁しましょう。私はそう言い、完全に長男夫婦とは縁を切ることにした。後日、私が次男夫婦にあげた家に、長男夫婦が押しかけてきたのだ。おい、どうして実家がこんな立派な家になってるんだよ。私の名前はのぞみ、65歳になったばかりの主婦だ。現在私は定年退職した夫と2人で暮らしている。夫とはもう結婚して40年が経つが、今でも夫は私のことをとても愛してくれていて、大事にしてくれる。私たちには2人の子供がいて、どちらも男の子だ。長男の正人は現在34歳で、次男の明は現在32歳だ。2人ともすでに結婚していて、子供もいる。孫にも恵まれて幸せな私と夫だが、それでも家族間の問題というのはいくつになってもあるようだ。最近の問題で言うと、夫が道端で転んでしまい、骨折をして入院となってしまったこと。そのことについて息子たちに連絡をすると、それぞれ違う反応が返ってきた。最初に返事が来たのが次男だったのだが、次男は嫁の舞さんを連れて、すぐに見舞いに来てくれた。父さん、大丈夫か？ああ、心配かけてすまないな。お母さん、私たちにできることがあったら、何でも相談してくださいね。ありがとう舞さん。頼りになるわ。次男夫婦は本当に優しくて、私たちにも定期的に会いに来てくれるし、何かあったらすぐに駆けつけてくれる。高齢になってきて、今まで当たり前にできていたことができなくなってきた時に、次男夫婦のような存在がいてくれると、本当に助かる。その一方で、長男夫婦は違った。私が夫が骨折して、入院したという内容のメッセージを送っても既読スルー。今までも私からのメッセージは基本的に返事が来ないので慣れてはいたが、こういう家族の一大事の時に返事をよこさないのはどうかと思う。そして夫が退院後に一応退院報告の連絡をして、リハビリが少し必要になったこともメッセージで送ったのだが、長男からは介護とか絶対にしないからな、とだけ返事が来たのだ。そういうことを言いたくて連絡をしたわけじゃないのに。私は長男から来たメッセージを見て、ため息をついた。どうしたの母さん？ああ、いやちょっと、今正人から返事が来たんだけどね。お父さんが退院して、リハビリに通うことになったって報告したら、俺たちは介護は絶対にしないって返事が来たのよ。そんなつもりじゃないのに、なぜかいつもこう敵意を向けてくるのよね。なんだよ兄さんのやつ。自分が困ってる時は母さんたちに金の無心をしに来ることが多いくせに、親が困ってても知らん顔かよ。別に兄さんたちが母さんたちの面倒を見ないって言っても構わないけどね。俺たちが面倒を見るから。次男はそう言って怒っていた。昔から長男は自分勝手で、私も夫も正直かなり手を焼いていた。
子供の頃はいくら怒っても注意をしても、夜遅くまで出歩いて、朝方まで帰ってこないことがしょっちゅう。柄の悪い連中とつるむことも多く、親としてどう接すればいい子になってくれるのか、すごく悩んできた。万引きもするし、高校生なのにタバコや酒にも手を出すしで、本当に大変だった。いろんなところに謝り倒して、なんとか定額にはならずに高校まで卒業してくれたが、高校を卒業後は家を飛び出て、ほとんど帰ってこなかった。だいたい2、3年おきくらいに帰ってくるのだが、その時は決まってお金の無心をしてくる時だ。私たちがお金を渡すことはできないと言うと、いつも泣きながら、息子を見捨てるっていうのかよ。非常者。などと言って私たちを責め立てる。私も夫もそんな長男には呆れていたのだが、一番彼を嫌っていたのは次男だった。次男は長男とは対照的で、すごくいい子で、誰にでも優しい子だ。だから友達も多いし、あの子の周りには、ほんわかした空気が流れている。そしてとても勉強熱心な子で、いつも学校の成績は高かった。自ら塾に通いたいと言って、一生懸命に勉強を頑張り、県内で一番の高校と大学に進学した。その後は大手企業に就職をして、そこで舞さんと出会った。それから二人は交際を始めて結婚に至り、現在は二人の子供に恵まれている。孫はどちらも女の子なのだが、本当に可愛らしくて、性格もとてもいい子だ。次男夫婦は孫たちを定期的に連れて遊びに来てくれるし、その度に私たちの体調を気遣ってくれる。もし大変そうだったら、俺たちは同居とかも検討してるから、遠慮せずに相談してね。次男の優しい言葉に、私たちは何度も心がほっこりする。ちなみに長男夫婦は次男夫婦よりも数年後に結婚した。結婚は子供ができたことがきっかけだったらしく、初めて長男嫁のゆかに会った時は、いかにもヤンキーという感じの女性だった。なんていうか、ドンキホーテでたむろしてそうな感じの見た目だ。結婚の挨拶の時もずっと態度が悪くて、私も夫もずっと眉間にシワが寄っていたと思う。そしてその時、長男夫婦は結婚式の費用を私たちに全額負担してほしいと言ってきたのだ。いつも金を要求する時だけやってきて、そして急に子供ができたからと結婚の報告に来て、そのための結婚式のお金を要求してくるなんて、ちょっと常識外れもいいところだ。だから私も夫もそれは断った。長男は怒り狂い、一緒になって長男嫁も私たちを罵倒してきた。だが私たちが毅然とした態度でいると、最終的にはフォトウェディング用の写真代だけでも援助してほしいとお願いをされた。どうやら本当にお金がなくて困っているらしく、それでも結婚するからには記念になることをしたかったらしい。だから私たちはそれくらいならばと、フォトウェディング代のお金は負担してあげた。しかし長男夫婦はその時の恩などなかったかのように、それから私たちとの関わりを避けた。長男夫婦には男の子が一人いるのだが、ほとんど会ったことがないから、今は道端ですれ違ってもわからないだろう。そんな風に、長男夫婦と次男夫婦の私たちとの関わり方には大きな差があるのだ。いくら親といえど、正直言って次男夫婦の方が可愛いと思ってしまうし、長男夫婦には悪い印象しかない。いつからか私も夫も、読んでも来ない長男一家抜きで、盆や正月などを次男一家と過ごすようになっていた。実際、長男夫婦は2年前に、私の父、つまり長男にとって、祖父が亡くなった際の葬式にも来なかった。さすがにそこまで存在に扱われると、血のつながった息子とはいえ、こちらも大事にはしたくなくなるものだ。しかしそんな中で、思いもよらない出来事が起きてしまった。それは私の夫が亡くなってしまったことだ。
夫はいきなり家の中で倒れてしまった。原因は心筋梗塞で、そのまま助からずに命を落としてしまったのだ。私はあまりに突然の別れの訪れに悲しみに暮れた。次男夫婦も病院で涙を流して泣いていて、孫も子供ながらに状況を理解して悲しんでいた。そして気持ちも落ち着かないまま、夫の葬式が行われた。私は葬儀くらいはしっかりして、親族などを迎えて、夫を送り出さないとと思った。そんな時、後ろから声をかけられた。母さん、久しぶりだな。パッと後ろを振り返ると、そこには長男夫婦がいた。マサとユカさん。長男夫婦は年齢に不相応な、とても派手な髪色をしていて、ピアスの数も多くて、この場に似合わない見た目だった。私は眉をしかめて彼らを見た。すると彼らは、葬儀の場でありえない発言をしだした。葬儀っていつ終わるの？っていうか、遺産いくらもらえるの？なんと長男たちは、葬儀がこれから始まろうというタイミングで、遺産の話をしだしたのだ。すかさず近くにいた次男が口を挟んだ。おい兄さん、何を言ってるんだよ。今は父さんをちゃんと送り出すことに集中しなきゃダメだろ。次男がそのように言うと、長男はきっと次男を睨みつけた。あ？お前誰に向かって生意気な口を聞いてんだよ。また昔の頃のようにボコボコにしてやろうか。ちょっとマサト、やめなさいよ。お父さんの葬儀を邪魔するなら、帰ってちょうだい。うるせえババアだな。俺たちは葬儀なんてどうでもいいんだよ。あのジジイの遺産をもらいに来ただけだ。長男の言葉に、葬儀に参列した人たちが一斉にこちらを見てくる。わかったわ。遺産については弁護士さんが来てて、後で話をするから、どっかで時間でも潰しててちょうだい。私がそう言うと、長男夫婦はニヤッと笑い、じゃあ近くの喫茶店にでもいるわ、と言って、葬儀の会場から去っていった。その後、葬儀が終わり、私たちは家に戻り、次男夫婦と長男夫婦と弁護士で、遺産について話をした。それでいくらもらえるんだ？早く言えよ。長男がイラついた様子で聞いてくる。弁護士は動じずに、それではお父様の遺書を読み上げますね、と言い、遺書の内容を読み上げた。お父様の遺産は200万となっており、それを全員で分けることになります。奥様には100万、次男様は75万、そして長男様は遺留分として15万になりますね。ちょっと待てよ。おかしいだろ。そうよ。ふざけないで。弁護士に今にもつかみかかりそうな勢いで、長男夫婦がそう叫ぶ。兄さん、やめろよ。父さんがそう決めたんだから従うしかないだろ。ふざけんな。お前は少ないながらも75万もらえるんだからいいだろ。っていうか、なんでそんなに遺産が少ないんだよ。そんなに貧乏だったのかよ。いい加減にしなさい。あんたは私たち家族と全く関わりを持とうとせずに、お金の無心をしに来る時だけやってきて、そんな人にお父さんや私がお金を残すと思うの？今までの自分の行いを恥じなさい。私がそう言うと、長男夫婦はさらに顔を真っ赤にして怒った。ふざけんなよ。俺だって父さんの息子なんだぞ。もっと遺産をもらう権利があるだろう。どこまでも食い下がってくる長男夫婦。私はそれならば最後の情けとして、ある提案をした。それならこの家でも譲ろうか。お父さんから私が相続したけど、あなたたちがそこまで言うなら住んでいいわよ。だが私がそう言うと、長男夫婦は鼻で笑った。こんなボロくて古い家もらってどうすんだよ。そうよ。恥ずかしくて誰も呼べやしないわ。そんなこと言われても、私は今実際にこの家に住んでるんだけど。そりゃ年金暮らしの貧乏なババアには、
こういう古くてボロい家がお似合いだろ。俺たちはこんな家で収まる人間じゃねえんだよ。よこすなら、あんたが相続する100万をよこせ。それはダメよ。お父さんが私に残してくれたお金なんだから。たく、これじゃあ何のために来たのかわかんねえじゃねえか。そのように言って、つまらなそうな顔をする長男夫婦。あなたには、お父さんや私を家族として大事にする気はみじんもないの？私がそう聞くと、長男は何を言ってるんだというような顔で見てきた。はあ？あるわけないだろ。俺は自分さえ良ければいいんだ。あんたや弟のことなんてどうでもいい。年金暮らしババアは冠婚葬祭以外は関わるんじゃねえよ。俺たちは絶対にあんたの世話はしないからな。金をもらえないなら用なしだ。長男夫婦は私に対してそう宣言した。そっちがその気ならば仕方ない。じゃあ、絶縁しましょう。私はそう言い、完全に長男夫婦とは縁を切ることにした。長男夫婦は、約束だからな。絶対に関わってくんなよ。と言って、家を出て行った。母さん、大丈夫？ありがとう。大丈夫だよ。本当にあの子はどうしようもなかったね。アキラの言う通りだ。もう俺も兄さんとは縁を切るさ。まあそもそも関わりが少ないから縁を切ってるようなものだけど。そんな会話をした後、私は次男夫婦にある提案をした。ところでアキラたちが良ければ、この家を譲るよ。もちろんフルリフォームした状態でね。え？私の発言に次男夫婦は驚いている。実は私には家賃収入があるのよ。それも結構な金額の。だからこの家をフルリフォームするだけのお金は十分にあるのよ。そうだったの？次男夫婦はまさか私にそんな収入があるとは知らず、とても驚いていた。でも母さんにリフォームして譲ってもらうだなんて申し訳ないよ。そうですよ。私たちの生活は自分たちでやりますよ。本当にあなたたちは優しいね。でもいいの。私がそうしたいから。子供たちのために広くて快適な家に暮らしなさい。私は介護サービス付きのマンションを買うことにしたから。次男夫婦はそれでも申し訳なさそうにしていたが、私が引かないでいると、ようやく受け入れた。本当にありがとう、母さん。いいのよ。素敵なお家にリフォームしましょう。そして私は次男夫婦の要望を細かく聞いて、家のリフォームを依頼した。完成した家を見て、次男夫婦は大喜びしていた。子供たちも広い庭付きの家に大はしゃぎをしていた。私の住むマンションからも近いから、たまに遊びに来てね。もちろんだよ。母さんもこの家にたくさん遊びに来てよ。次男夫婦が喜んでくれて本当によかった。だがそんな中、また長男夫婦がやらかした。後日、私が次男夫婦にあげた家に、長男夫婦が押しかけてきたのだ。おい。どうして実家がこんな立派な家になってるんだよ。長男夫婦は、たまたま実家の前を車で通ったらしく、慌てて家にやってきたようだ。私はちょうど次男夫婦の家にいたので、長男夫婦がやってきた時に居合わせた。どういうことだよ。ここはボロ屋じゃないのかよ。慌てている長男夫婦に私が説明してあげた。ここはフルリフォームして、アキラに譲ったわ。はあ？どこにそんな金があんだよ。実は私には家賃収入があるの。だからここをこれだけ立派にリフォームすることは可能よ。はあ？家賃収入。聞いてないぞそんなの。父さんにそんなものがあったのか。あなたのお父さんは関係ないわ。まああなたのおじいちゃんに関係があると言っていいわね。じいちゃん。あなたのおじいちゃんが亡くなった時に、私は遺産を相続したの。その際に不動産なども相続し、それを貸し出して、
家賃収入を得ているのよ。そんな。いくらもらってるんだよ。そうね。年間で1億くらいかしら。1億。長男夫婦は驚いて固まっていた。ちょっと待てよ。なんでそんなこと黙ってたんだよ。あら、あなたとは縁を切ったはずよ。それに家族のことをどうでもいいと言った人に、どうして私の収入のことを話さないといけないのかしら。ふざけんな。お前が死ぬ時に、遺留分で金をむしり取ってやるからな。そのように言ってきた長男夫婦。だが私はすでに考えていたことがある。私は弁護士に相談して、あなたを遺留分の相続から除外してもらったわ。だから私が死んでも、あなたには一銭も入らないの。そんな。本当に1円も入らないのか？ええ。それがあなたが今まで私やお父さんをないがしろにしてきた結果よ。あなたはもう私の息子でも何でもないわ。警察を呼ばれる前に、ここから出て行ってちょうだい。長男夫婦は顔を青くした状態で、家を出て行った。風の噂で聞いたのだが、どうやら長男夫婦はギャンブル癖があったらしく、借金がどんどん膨れ上がってたそうだ。それで夫の遺産を狙っていたようだ。現在は借金取りに追われながら、行方が知れないらしい。だがもう私は縁を切ったので関係ない。これからも次男一家と仲良くしながら、幸せな老後生活を送ろうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。